廃墟になってしまった祖母の家。 DIY 素人の兄弟で再生。廃墟復興を目指して。廃墟から発掘された発掘というか、ほらボロボロサビが復活するか、もう、素人がどこまでやって綺麗になるか。ああ、なるほどね。ちょっとね、何個か YouTube いろいろ見て参考にしたから、独学だけど、まず水でやって、そしたらまたこのワイヤーブラシで、そんなあるんだ。反射で見えなくない？大丈夫？大丈夫、見える。痛いが痛い痛い。サビがこうね、すごい。なんかヤギ小屋みたいな匂いする。うわ、すごいわ。おお、うわ、一気に茶色くなって。うわ。ちょっとアイテムのチェンジ。お、金倒し。金倒し。金倒しか。使ったことない？あるあるある。あるの？ 1、2回ぐらい。ほら、これは細かいとこまで磨ける。うわ、ほら、結構とっても大事だから洗うこと。それは取って洗えないの？取っては洗えんな。でも取れた。木がああ、そうか。ボロボロだからね。あ、でもほら、結構なんか余分なあれがなくなって、なんか手元もよくない？ここの余分な木を、ああ、やだやだ、床にほら、ここの変なとすげえ綺麗になった。本当だ。ころが何だったんだあれは。汚れか。ネズミのうんこじゃないな。やだ、自分の部屋の地面にポロッ。あ、でもほら、最初に比べてもうね、今の時点でほら、なんか名前が浮かび上がってきてよ。マジ？
力いっぱいね。これが水の手洗いのまあ限界かな。素人のね限ちょっといけそうな気もするけど、こうとか界。刃の部分だから気をつけて。もう切れないよ。丸くなってる。もはやこんなんで切ったらやばいよ。破傷風が。いやーそう確かに。軍手を忘れずに。本当に匂いがすごいね、なんかやばいね。普通のサビとは違う独特な。まあまあこんなもんかな。そうだね。でもこう最初に比べたら全然ちょっとこう鉄うんが出てきたね。よし。3本を。寒いよ。あ、トイレ掃除の匂い。あーでもなんかすごいな。ちょっとすでにこう白くなってるというか、こうやってつけることでえなんでこぼれた？どういうこと？アルミが影でちょっとあれになっちゃった。ああアルミが溶けてる。あ、そういうこと？アルミが溶けちゃったのこれ。溶けてるんだがえ元通りになっちゃったよ。あ、まあでもちょっとまあゴツゴツの感じのあれではないけど、これ完全に盲点だったな。マジか。容器を考えてなかった。じゃんマジで。こうなんか置いてる場所があれだったのか重さで？でもそんなことないよな。ね。でもこう溶けてるもん、綺麗に。このナタの形に。本当だ。綺麗ね。なんでなんだろまさかあんなになっちゃうと。う。でもほら全然あれよ。本当だ。簡単に落ちるサビになってる。すごい。ほら、めっちゃあれになってる。いやマジで本当だ。全然綺麗になってる。もう一回ちょっとつけよう。これは大丈夫。もうかけない？これは大丈夫。プラ大丈夫だね。大丈夫。三歩あ、またこれゆっくり出さんといけんさ。ほらもう色が。あ、違う気がする。うん。でも伝わるかなこれ。
結構取れてるよね、この見た感じ。そうこれで空気に出すともうすぐ酸化し始めちゃうから、うんうんうんすぐまた冷めちゃうから、こう重曹うんうん。でこうやることに中和されるらしい。軽装備で大丈夫？重装備でないとダメなんじゃないの？重曹いじるって。こんぐらい。うんうん。出したらまず洗い流す。すぐに。綺麗になってる。混ぜるな危険ですから。うん。うん、めっちゃ綺麗になってる。さあ、白い。うん。しないてね。はい。特に何にもなんないと思うんだけこれで次何取り出してもサビがど。冷めないっうんうんうん。ていうことです。こっからまたじゃあさらに時間を置くってことだね。追い重曹。何それ？吸い取るんです。まあ油をこう吸い取って捨てるやつなんだけど、うんうん。このサンポールとかはちょっと水道とかにも流せないから、うんうんうん。普通のサンポールならいいんだけど、こう銅が溶けてるから、ああ、そうかそうか。どうしようもないのか。どうにかならんの。これでうん。吸水どうでしょうか。吸水してこれをはんぺん染み込ませてる。食べる。嫌だよ、毒だよ、毒。吸い込ませたのは何？燃えるゴミで捨てれるの？そうゴミ袋のポイント、ゴミ袋というか1枚それでなんでもいいけど買い物っていうかレジ袋か。あなたが新聞紙に来るんだね。そう。よし、吸い切った。本当だ、あんなあった。1リットル分の液体が。1リットルも入れてないけど、あ、ちょっと余らしたんだ、今半分ぐらいだった。回。お、すごいな。しっかり浸るぐらいね。こんぐらい？全然足りないよ。こんぐらい。そうね、もう表面が出てなければ。うん。どうかな。時間。このまず登ろう。結構浮いとるじゃん、なんかいろいろ。気持ち悪い。おお、すげえ。え、めっちゃ綺麗になってるじゃん。めっちゃ綺麗。あんなサビサビだったのに。めちゃくちゃ綺麗。うん、ちょっとで。あ、でもほら落ちる。ほら、わかるかな。うん、落ちてる落ちてる。ほら、めっちゃ落ちてるよ。すんごい綺麗になる。これでもほら、この掘ったというか、あれの作った鍛冶屋のあれがある。
名前。あ、ほんとほんと、ちょっと見えるね。なんていうの、この線もさこうんう綺麗じゃないじゃん、こう歪みがあるというか、うんうんうん。ああ、ほんとこれがまたいいよね。だ。いい味。これ綺麗だったらすごいあれになる。大丈夫この音。この音はちょっと、あれさせてみたか。ちょっとリハでさせおお、綺麗になってるね。だんだん綺麗になってるよ。反対側だ。参道超高速。綺麗になる。お願いしますよ。プロじゃない、やめてよ、不安。お願いしますよ。もう何ヶ月ぶりか。ましてや今のうち言い訳させてほしい。俺今まで自分でやってたの全部左利き用の包丁だから、刃向き違ってやりづらいわけよやっぱ。あといつも普段は俺素手でやってたけど、寒い手がかじかむの嫌だから軍手をねつける、そこもちょっとどうかな。4色粗いのからねやっていきましょうか。水は流しながらでいきます。揺れるな。揺れる。足でちょっと押さえて。あ、もう反対側もそれだけでいいの？そう、返し刃っていうかを軽くあれするぐらいで、刃はこっち側にしかついてないもんで、ついてるね。反対側シャッシャッシャだけでいいんだ。これもやってみたい。お、やってみる。こっちからそうね、最初は全然ゆっくりでも大丈こう、こう夫。こそう、刃のところを当てながら。あ、でもこうスムーズにやるの難しいな。俺も小さい頃はよく石包丁を作ってたから石を拾ってそれを割ってそれをもう削って石で余計なんか高難易度なことやったらゼロから作っただけだな。そういうの好きだったからな。そういうそれが料理にも生きとるってことか。そうそう、なるほど。本当小さい頃からこういうので、石包丁を作ってこれで草を買ってこれで変な空き缶とかでこう煮詰めて遊んでた。毒々しいもん確かによく作っとったな。結構でも研ぐのも夢中でやっちゃうよね。
これでこれこっちでいいの？これでそんな力ガーってやらんくてもなんかそうちょっと飛び出たとあれをあれするぐらいでさーっと料理ではかなわないけどまだこっちでは負けないよ。これあれかカス。そうだね、カスだね。あ、手がかじかんで指がおかしくなってくる。なんか曲がらんような感覚になってくる。見た目だけは本当すごい綺麗。味見だけど。どうぞ。デコボコが。うわ、超綺麗。でもやばくない？いや、見違えるほど綺麗になってよ、マジですごいよ、ほんと。
マジ見違えたよ。問題切れるかだけど。やってみる。やってみ。サビサビだったんだね最初。廃墟にあったやつ。そうでも切れてる。うんやるか。何やっとるの。何やってるの。ダメ。小豆小豆。美味しい。美味しくないよこれから煮にゃん。あ、煮て食べるんだ。そう煮てね。小豆だもんあんこになるの。これ自分で育てたやつ。そう育てた自然になった自然になったの。自然栽培。いっぱいじゃん。まだいっぱいあるよ。この泥棒もさ切れるか。切れるじゃん。すげえ。わかるかなこれ。切れるじゃん。ほら普通に切れるよ。ほら蘇った。ガチで蘇ってる。いやもったいないもったいないなんかうん邪魔だからいやほんと蘇ったじゃん。切れるじゃん。ほらほんとじゃん。ほらすごくね。ちょっと来た。あ、ほんと全然使えるじゃん。でも使える使える。いいよ。ほんとうんうわおおマジで蘇ってほらすごい。いいよ。うんすごっ。ほらうわーあんなサビサビだったのがねこんだけ切れるようになりゃ全然上等でしょ。これが気持ちいい。さほらすごい。一瞬でこれヤギたちに持ってってやつ。確かにこれ食べるだろうねこれは。うんうわー出世したね。こりゃ愛党になったよ。愛着も自分でやった分ね、はい、最強のなったなったなった。いやでも元があんだけサビサビとは思えんくらい、本当にカマとかいっぱいあるいろいろちょっとでもやりたいよね。なんかカマ難しそう。トゲんしなあれじゃサビ取ったらもうなくなりそうだ。確かに